これはぜひ共感してほしい。これはですね、めっちゃきつかったですね。この最後のやつがいっちゃん苦しいんですよ。ようこそ、薬剤師の姿勢管理人のハービーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、薬剤師になって苦しかったことをお伝えいたします。僕自身は薬剤師5年目で、最初は調剤薬局の社員として2年間働いておりました。そしてその後フリーランスになり、今現在調剤薬局に勤めております。なので、5年目の調剤薬局薬剤師の一意見として捉えていただければなと思います。今回の動画の流れなんですけれども、苦しいことだけをお伝えしてもあれかなと思いますので、その苦しみに対する対応策であるとか、僕の日頃の取り組みについてもお伝えしたいなと思います。この動画を通して薬剤師の苦しみについて皆様と共感できれば僕は嬉しいなと思います。本日も全力で動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark. それでは早速中身に入っていきます。一つ目ですね。薬剤師になって苦しかったこと。一つ目が小児科医薬品の知識不足でございます。これはですね、めっちゃきつかったですね。配属先によっても変わると思うんですけど、僕の場合は病院の前だったんで、ほとんど全ての診療科を網羅してたんだけれども、小児科とか婦人科に関してだけはなかったんですよ。なので、この手の診療科については、知識不足だったかなと思います。当時は結構他店舗にヘルプに行ってたんですけど、その小児科門前の薬局に行った時に知識がなく、お叱りの言葉をね、先輩薬剤師さんから、結構受けてたかなと思いますね。あの期間は本当辛かったなと思います。やっぱり小児科の医薬品って成人のね、お薬と比べて細かく量が決まってたり、小児の方本人に説明するんじゃなくて、ご両親の方に説明しなきゃいけないので、一般的な成人の方に対する服薬指導とは全く別物なんですよね。僕は結構ヘルプ先のね、管理薬剤師さんが、厳しい店舗にヘルプに行ってたので、毎日、今日もちょっとお叱りの言葉受けるの嫌だな、みたいな感じで、高校の部活みたいな感じですよ。わかりますか？あのような感じでやってましたね。叱られるのが嫌すぎて、出勤前にカフェに入って、すごく勉強してた思いがあります。あの期間がすごい辛かったです。最近僕は小児科医薬品に関する動画を作りまして、こちらの動画には僕が苦労してきて学んだ内容が全て詰まっているかなと思います。小児科医薬品を学び始める方にはぜひぜひおすすめの動画になっておりますので、ご覧になっていただければなと思います。で、ということで薬剤師になって苦しかったこと、一つ目が小児科医薬品の知識不足でした。続きまして2つ目ですね。薬剤師になって苦しかったこと。2つ目が同期の人数が少なかったことでございます。これは入る会社によって異なってくると思うんですけど、僕の場合は中小の調剤薬局の会社に入りましたので、同期の人数がめっちゃ少なかったんですよ。新卒の薬剤師は僕含めてたった3人でしたね。どうですか？皆さんと比べて少ないですか？しかもそのうちの1人は地方に行ってしまわれたので、実質同じエリアにいる同期は僕含めて2人、つまり同期で1人だったんですよね。もちろんその方と仲良くさせていただいたりはしたんですけれども、もう少し多い方が良かったなと今になっては感じております。大手の調剤薬局とかだと数百人単位で新卒薬剤師さんが入ったりするんで、それを遠くから見ながら羨ましいなと思ってましたね。ただ大手だと給料が低かったりしますよね。僕前に大手と中小どっちがいいのっていう動画であったり、新卒の薬剤師さんに対して就職活動に関する動画も上げておりますので、ぜひ興味ある方はですね、こちらの動画もチェックしていただければなと思います。ということで、薬剤師になって苦しかったこと、2つ目が同期の人数が少なかったことでした。それでは続いて3つ目です。これはぜひ共感してほしい。薬剤師になって苦しかったこと。3つ目が業務のルーティン化に飽きが来るということでございます。これは調剤薬局薬剤師あるあるなんじゃないかなと僕は勝手に思ってますね。僕の店舗の場合は施設との契約があったり、病院に透析センターがありましたので、ほぼほぼ1週間の予定っていうのが固定で決まってたんですよ。で、こういう風に決まってたりすると、何曜までにこの準備をして、このお薬を何曜に持ってくみたいな感じで、日々の業務が、ずっと同じ1週間単位でルーティン化されてたんですよね。もちろんね、仕事ではあるので、日々のルーティンを継続的に行っていくっていうのは大事だと思うんですけど、やっぱり僕らも人間なんで飽きが来ると思うんですよ。この飽きに対して僕が行った対策が3つございまして、
ヘルプに行くということ、ね、そして違う仕事をするということ、転職することでございます。順番に説明していくと、まずヘルプに行くっていうことは、薬局の薬剤師さんって一人欠員が出てたりすると、ヘルプが必要になったりするんですよ。その時に僕行きますみたいな感じで積極的に言っていくと、他の店舗に行くことによって、日々違うね、処方箋とかに触れることができて気分転換できるようになるんじゃないかなと思います。二つ目の別の仕事をするっていうのは、僕が社員の時、コロナのパンデミックが起こってた直後なので、その時にワクチンのお仕事とかもあったりしたんですよね。で、それに応募して違う仕事をね、したりしてましたね。あの経験は今考えても良かったかなと思います。この一つ目のヘルプに行くっていうことと別の仕事をするっていうことは、日々の自分の仕事に余裕がないとできなかったりすることだと思います。余裕がない中でやってしまうと逆に自分の首を絞めてしまいますので、注意していただければなと思います。そして3つ目の転職っていうのがあったりするんですけど、僕フリーランスの薬剤師として活動しているんですよ。そのような働き方は契約期間があったり、この曜日にはこの店舗に行くみたいな感じで、日々の勤務形態っていうのがルーティン化しにくい職種になってきますので、飽きを解消できるようになるんじゃないかなと思います。僕の感覚からすると、薬局の薬剤師は人数が足りてないところがありますので、それを逆手にとってこういうフリーランスとか派遣社員に挑戦するのも一つの手なんじゃないかなと思います。僕は前の動画で薬剤師の有効求人倍率についても触れている動画出しておりますので、ぜひですね、こちらもチェックしていただければなと思います。ということで、薬剤師になって苦しかったこと、3つ目が業務のルーティン化に飽きが来るということでした。それでは続き参りましょうか。4つ目ですね。薬剤師になって苦しかったこと。4つ目が患者対応のやり方がわからないということですね。これは今現在も試行錯誤中であり苦しんでいる最中なんですけども、皆さん患者対応のやり方ってめっちゃ難しいですよね。どうですか？特にこれは服薬指導にまだ慣れてない新卒薬剤師さんに言えることなんですけど、同じことを言っても嫌な思いをしたり、たまに怒ったりする患者さんとかもいるわけなんですよ。その方々に対する対応ってどうやればいいかなって苦しむことになると思います。僕が新卒時代に意識していたことは、配属先の店舗に来る患者さんの一人一人の顔を覚えて、この患者さんにはこういう対応をしようみたいなオーダーメイドの服薬指導をしてたんですけど、それが逆に自分の首を絞めてました。やっぱり完璧主義を意識してやっちゃうと、失敗した時にまたね、ちょっと心が沈んじゃったりするんですよ。僕が今意識していることとしては、7割8割くらいの患者さんに納得してもらえるような、万人受けするような服薬指導っていうのを目指しております。僕前にエビデンスに基づきながら作った患者対応に関するオタクな動画があるんですけど、ぜひ患者対応に悩んでいる方はこちらの動画見てほしいなと思いますね。今後も患者対応に関する動画を作っていきたいなと思います。ということで、薬剤師になって苦しかったこと、4つ目が患者対応のやり方がわからなくなるということでした。それではこれでラストになるんですけど、この最後のやつがいっちゃん苦しいんですよ。薬剤師になって苦しかったこと、最後5つ目がインシデントをやらかした時でございます。これは薬剤師の皆さんどうですか？めっちゃ心えぐられますよね。苦しいですよね。わかります。なかなか仕事でミスをして他人に健康被害を与える可能性のある仕事って少ないと思うんですよ。薬剤師のミスはほぼほぼこれにつながってきますので、プレッシャーがある中仕事をしなくちゃいけないんですよね。特に新卒薬剤師1年目2年目の時のインシデントをやらかしてしまった時は、本当にもうやっちゃったなみたいな感じで、すごく心が下を向いてしまう時があるんじゃないかなと思います。僕もですね、割とミスは多めだったので、インシデントをいくつかやってしまったんですけど、その時はね、自分に非を感じることは仕方ないことだと思うんですけれども、それで終わるんじゃなくて、なんでミスをしたのか、じゃあ次ミスらないためにはこういう対策をしようみたいな感じで、一旦冷静になって対応策を考えていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。皆さんにお伝えしたい僕の経験が一つあって、これは個人の感想なんですけど、薬剤師さんって午前中のミス、
特に朝一番のミス、調剤監査のミスっていうのが多いんですよ。その中で僕が行っている対策があって、仕事をする1、2時間前に朝活をするんですよ。これめっちゃいいですよ。僕の場合は、この動画のネタを考えたり、薬の勉強をして、仕事をしに行ってますね。そうすると、頭がフル回転した状態で朝一番の調剤監査に挑めるわけなんですよ。この朝活を習慣化してからは、自分のミスも減りましたし、他の薬剤師さんのミスもより見つけやすくなりましたね。これは本当に僕身をもって感じていることなので、朝活をして仕事に挑むっていうのは非常におすすめの方法かなと思います。人間誰しも完璧ではなくミスをするので、インシデントをやらかすことは仕方ないことではあると思うんですけど、それに対して冷静に対応して行動をしていくっていうのは僕はすごい大事なことなんじゃないかなと思います。ということで薬剤師になって苦しかったこと、最後5つ目がインシデントをやらかした時でございました。はい。皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回は薬剤師になって苦しかったことを中心にご紹介しましたが、いかがでしょうか？やっぱり仕事をしていると辛いこととか苦しいことってたくさんありますよね。本当に苦しいことはね、吐き出した方がいいと思いますので、ぜひですね、仕事で苦しいことあったらこのコメント欄にね、記載していただきたいなと思います。今後もですね、このチャンネルを通して苦しいことに対する対応策であるとか、医薬品の知識発信していけたらなと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。最後に宣伝にはなるんですけれども、私、管理人のハーフィーは、フリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社 T 博運営しております。薬局経営様、薬剤師様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。